せーの。ムンネイト。せーの、手を合わせましょう。いただきます。いただきます。今日はしゅうちゃんが食べたいということで、こちらを奮発して買いました。はい。今から働いてくるお金で取り返すそうです。はい。何買ったんですか？これはペペロンチーノ。めっちゃ美味しいんよこれ。しゅうちゃんさ、韓国の旅行帰りのさ、日にさ、そうがさ、おすすめしててさ、食べてたんよな。まいちゃんが食べてたんやっけ？そうが食べてたんだっけ？まいちゃんかな。まいちゃんかな。で、その時にもらってうまってなってんの、それ食べて。で、後日食べた時にやばくて、それからしゅうちゃんハマっちゃいました。はい。と、私たちが一時ハマってた甘辛鶏マヨパスタサラダ。それもうまいよ。これも美味しいよ。これまた。じゃあもうちょっと今日はしゅうちゃんがお仕事に行く時間が迫ってるっていうことで、あと15分20分で家を出ないといけないんです。だからもうしゅうちゃんが食べてる間に喋らせてもらうんですけど、もうこの間のやばかった話をみんなに聞いてほしくて、しゅうちゃんがね、やばくて、やばくないし、面白かったもう面白いまで行くんやけど、しゅうちゃんが持ってた編集が間に合わなかったんよ。間に合わなかった。朝に、でそれがこの間すいません出ませんってなったこちらの動画なんですけど、これをしゅうちゃんが担当してて、で明日の動画だから絶対間に合うようにみたいな感じで、その何個か条件みたいな約束事をしてたのね。で間に合いませんでした。でその朝起きた時にそのしゅうちゃんがどれぐらい間に合ってるのか状況がわからんから聞こうと思って「おはよう」って言ったんやけど、なんかみたいな感じやったから、これ多分間に合わないやつやと思って、しゅうちゃんちょっと不機嫌気味やったから、これ間に合わへんかもうやばいかどっちかやと思って、でやばい時はほんまに間に合わへんかもみたいに言うから、ワンチャンこれ今ちょっと声かけへん方がいいんかなみたいな、集中してやりたい、もう1分1秒も惜しいみたいな状況かなと思ったから、声かけずにおったんよ。でもう自分のこと済ませて、仕事行く準備してみたいな感じにしてて、で結局しゅうちゃんはその日もう動画を明日に引き延ばすっていう形にして仕事に行ったんよ。で帰ってきた後に、相当申し訳ないと思ったんやろな、その朝の不機嫌と、その動画を変更してしまったっていう事実に、ごめんねと思ったから謝ってきてくれてんな、ごめんねと。謝りました。でそれは、解決したわけ、でこれに関しては初めて、私たちの人生で初めて10対0ってしゅうちゃんが認めた認めた。さすがに認めて、これだけはれいちゃんはずっと優しかったと、私が不機嫌なのにずっとしゅうちゃんって声かけてくれて優しかったみたいな、でそれで罪悪感が増したみたいな、だからこれに関しては10-0って初めて認めてんな、よかったと思うやん、でごめんねみたいな感じやって、帰ってきてから仲直りというか喧嘩をそもそもしてないねんけど、仲直りしました。でその後すぐにいろいろ約束してたことがあって、でそういう話になった時に絶対またそれもしゅうちゃんが悪かったと思うねん。もともとその約束事をしてたけど、そのしゅうちゃんが何回も間に合わなくてとか他のことでできてなくてみたいな感じで、じゃあダメだね、でもじゃあダメだねみたいな感じで、じゃあチャンスねって言って何回もこう毎回でもみたいな感じで言ってチャンスをあげてたわけ、だけど今回はさすがにダメでしょみたいな、もうマジでリアル6回ぐらいチャンスもらってたわけ、けどその6回どれもまともになんもなかっただからさすがにダメでしょってことで、今回はさすがにそれに関しては飲めないよみたいな、こっちは飲めるけどこっちは飲めないみたいな感じにしたわけ、全部飲むのも変やなって思ったから、ほんならしゅうちゃん怒り始めてやばいと思うやろ、まあな。で怒り始めて、どうしようかなって思うやんか、で多分もう全部嫌になっちゃって、それで、でしゅうちゃんもう全部いいみたいな、じゃあもう全部いいとか言って、もう嫌になっちゃったの全部。そう嫌になっちゃって、で結局自分が思ってる通りになったら、結局また機嫌が戻ったわけね、でやばいやんと思って、その機嫌が悪くなり始めた時私言ってんか、しゅうちゃんこう思ってるってこと、じゃあこうってことって言ったらみたいな、しゅうちゃんほんまに冷静、リアルにこれやばいでって言って、客観的に見てもやばいし、当事者でも多分やばいでって言って、鼻くそついてるけど大丈夫焦ってて、強がりたくて、なんか
言ってるのか、本心で自分はおかしくないって思ってそれが正常なんかどっちって聞いてん、焦ってみんな言うやん強がるやん、しゅうちゃんも強がるからいつも喧嘩したら、どっちって聞いたら、別に何が変なの言い始めてこれ本気で言ってるって自分がおかしいと思ってないのって言ったらみたいな、でやべえこいつと思ってでやべえってなって、で僕がじゃあそれやばいやつやわみたいな、やばみたいな言ってんか、ほんならなんかでもしーちゃんこういう人だからそういう人が嫌なら一緒に入れないねとか言い始めてもうやばいやんで結局まあ全部 OK にして、でしーちゃんにじゃあもう全部いいよって、じゃないと治らないんでしょ機嫌って、だからいいよってもうしーちゃんが思うようにしようって言って、約束事なしにしてあげるって言ったら、機嫌戻ってだってもう嫌やったんよ、もう全部が嫌になってるからもうりーちゃんとの関係ももういいってなったの、だから私のわがまま聞いてくれない人は全員嫌いって嫌やってな、わがまま聞いてくれんかあとなんか強がって言っちゃうのあるやん、そうなってんのが嫌やって、自分が強がって別に言ってないやん、けどそう聞こえてるから、それが嫌なの、でも強がってるように聞こえる、でそれで結局じゃあいいよってなるやんか、で結局仲直りしちゃうけどそれもまた、でしゅうちゃんこれ実際これに関してもさっきと同じで10対0だよねって聞いて、ほんならこれは7対3とか言い始めておかしいやん、でなんかりーちゃんも謝ってみたいな一応謝ってとか言い始めてじゃあ謝ってほしいねんで謝ってんな、また謝ってんごめんねってほんならありがとういいよみたいなでしーちゃんこれぶっちゃけさみたいな自分どう思ってたんって言ってんか、ほんなら本当は自分のヤバさに気づいてないし嘘ついてほんまは自分でヤバいと思ってたのこんなやつ、こんなやつヤバいと思ってたけどこんなやつヤバいっていうのを聞かれた時に、ヤバいですって認めちゃうと、ヤバいと思ってる自分のことっつってヤバいと思ってるよって言ったらお前それ自覚あんのにやってんのみたいな感じになっちゃうから、それが嫌やからあたかも自分は何がですかみたいな感じで知らんふりして、ほんまのヤバいやつになりきってたんやろやってたヤバすぎしーちゃんと。ほんでその後もなんかいろいろこうだからこうだからだからりーちゃんもこうでとか言ってきて洗脳されてる気持ちになってきてでなんか僕がどんどん洗脳されてきて、んでなんかうわやばい洗脳入ったって言ってほんでしゅうちゃんのことこれ言っていいんか分からへんけど洗脳でどんどん僕がマインドコントロールされてるみたいな気持ちになったからうわやばいしゅうちゃん朝原やんって言ってこれから朝原って呼ぶからなって言ってしゅうちゃんのことって言ったらそんなん嫌だしゅうちゃんそんなことないもん朝原絶対嫌や絶対言ったらあかん名前やん。ほんで私ずっと考えててん仕事中にもう人生一回きりやから、もうりーちゃんの約束なはずやねんで、約束やのに、人生一回やねんから、私の思い通りにならないと無理やっぱり無理だって思ってきてそうなの人とやってる約束なくなんねんでなんかもう開け直っちゃうねん。しーちゃんはマジこの世で一番ぐらい喧嘩した時開き直り方がえぐい、なんだろうなめっちゃ開き直るよな、こういう人だもんみたいなそれが嫌なら離れたらそれも一応やばいと思ってんで。思ってんの？思ってる。思ってんのそれ、そのさしーちゃんが喧嘩した時のもうセリフなそうだね、そうかもねわからないわからないめっちゃ言う。わからないしーちゃんもわからないめっちゃ使うねん、でその時もういいみたいなりーちゃんと離れて一人になるとか言い始めて、でじゃあなんか嫌だなっていうポイントあったのって聞いて、でなんかそのなしゅうちゃんが今約束事してたことを許してくれへん以外に嫌なことあったって、じゃあそれがあったらこっちもじゃあしゅうちゃんちょっと一人になりたいって言っても認めるし、一人暮らしっていうかさ、一旦実家に帰りたいでもいいし、それ認めるよって、だからなんか他にそのしゅうちゃんが悪くて、その約束が一回なしになっちゃったわけやんか、それ以外に嫌やったことあるのって聞いたら分からない、とか言うねん。だからそれがなんか一個でも例えばこういうとこが嫌だとか、こういうとこが嫌だすぐ怒りっぽいとかそういうのがあったら直そうと思うから、ないのって聞いたら分からないって言うから、その喧嘩後に聞いたんよ、ほんならなんか実はみたいななん
時分からないって言ったのもそれ以外に嫌いなとこが見当たらなかったのとか喧嘩中やったけど、めっちゃ嫌いやったけど、それ以外の嫌なとこほんまなくて、自分がどうしても貫きたいこの約束事以外に許してくれへん以外に嫌いなとこなかったなくて、なんか怒りん坊なとことか言っても、最近ほんま直してくれてて、しゅうちゃんがめっちゃ優しいねん、ずっと、だから嫌いじゃなくて、だから出てこうへんくて、分からへんとか言って内心はないとか思いながら好きやん内心。しゅうちゃん最近喧嘩したらっていうかあんまこういう喧嘩にはならへんやん、けどなんか一つちょっとこうだねってなったらめっちゃ泣くしゅうちゃん最近。いないもんだってしゅうちゃんなんとかなんとかなんだもんって言って泣き始める。これはいい涙ですからだけじゃこの人泣いたらどうにかなると思ってる典型的な女のパターンやこれ。あとりーちゃん泣いてんの好きやん。そうだよ。許してまえろ。ちょっとね。だからお前しかもその時もさなんかさ最初は入りはしゅうちゃんみたいな、なんかおいでって言ってんか、そういう感じになる前に、しゅうちゃんおいでって言ってんか、ほんならさ話し合いの前にな、その約束事をどうするかみたいな、その約束通りなしにするのか、なんかありにするのか、今回も許すのかみたいな時に、その話をしてまあでもダメなんじゃないみたいな、さすがにちょっとしゅうちゃんチャンスもらいすぎたよねみたいな、ほんならしゅうちゃんがみたいになってたからしゅうちゃんおいでって言ってんか、ほんならいやみたいなでなんかそのハグが意味がないとか言い始めてでハグしたところで、許可してもらえへん。それが腹立ってしゅうちゃんに優しくこっちはなんかしゅうちゃんおいでとか言ってんのにそのハグは意味ないと思って、こいつ多分意味があるハグやったらしたんやと思って、それも言ったよな。で結局それをしなかったから、しゅうちゃんそんなことなったんだよみたいな、そこでハグしたら僕はそうやってハグしながら、こうでこうでって話そうと思ってたよって、でこういうことにしよっかって言おうと思ったのに、じゃあもう一回だけチャンスあげるねみたいな話にしようと思ったよ僕的には、でもしゅうちゃんが泣いてるから、こうやってやりながらそうだねってやろうと思ったのに、しゅうちゃんが意味がないって言ってたから腹立って、じゃあもうやってやらねえって言ってだからそれも説明してん、しゅうちゃんがあそこで来なかったから、僕は本当はこうやって言ってあげようと思ってたよみたいな、泣きながらでもりーちゃんはそんな人じゃないもんみたいなそこで OK しないもんそれも決めつけたでしょって言って、でもそれも終始優しかったでしょ。優しかった。前に比べたら、だから一人モンスターよマジでマジでモンスターが生まれていくこのままやと、まずどっかで誰かがもうバチギレしないと。バチギレされたらしーちゃんもほんまに一人でそうやね覚悟はずっとあるからこの難しいところがしゅうちゃんって家族とかにも対してもそうなんやけど、なんか家族ってさ、お姉ちゃんとかお母さんとかさ、喧嘩するとするやん、僕はママと喧嘩しても、喧嘩して終わりなんよ、どっちかが機嫌が治るまでみたいな感じだけど、しゅうちゃんは別に家族ともじゃあ縁切って一人で生きていきますからみたいなスタンスやねん、で別にいいねんな。いける。だからお母さんとかお姉ちゃんと喧嘩しちゃって、僕が「やばいんじゃないの?」みたいな、そう早く仲直りしないとって思うけど、別にみたいな、私は折れるつもりないしみたいな、向こうが折れてこうへん限り私は一人で生きていくからみたいな、別にいいねんみたいな感じやろ、それをマインドを持ってるから強い、負けることないやん。しゅうちゃんのヤバさが発覚した日でした。はい、気をつけまーす。これ女子特有なんかな、しゅうちゃん。すいません、お時間。あ、お時間ですか。じゃあ最後にしゅうちゃんが聞いてください。自分の弁明してください。やばいですよ。いやでもほんまにこんな人じゃなくて、ほんまめっちゃ優しい人。どこがやねんお前、えぐいやろ。ちょっとじゃあこれよりもっとやばい人を知ってるとか、私もやばいとか思ってくれたら、またコメントとか。じゃああと1分で出ないといけないので終わりたいと思います。じゃあね。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。全然食べれてない。お話中止でしたから。ありがとう。送ってくれるの？ありがとう。お尻プリン。